ロジャーがラフテルにたどり着きながらもワンピースを手に入れられなかった理由、考えたことありますか？海賊王と呼ばれたロジャーはこの世のすべてを手に入れた男と書かれています。そのロジャーが死に際に発した言葉、この世のすべてをそこに置いてきた。この世のすべてとは何なのか想像が難しいですが、富、名声、力というヒントは小田先生が出してくれています。この3つの要素を失って涙を流していた人物いましたよね。ロジャーと同時期に海賊をしていたドン・チンジャオ。チンジャオはルフィに、償えい、麦わらのルフィ、貴様のじじいが私から巨万の富を奪った罪、力も青春の思い出をも奪った罪と言っていますね。富と力です。そして霧のチンジャオ、昔はそう呼ばれ今はもう呼ばれぬと言っています。これが名声でしょう。チンジャオはガープとの戦いで宝玉表彰を割るための霧の頭を失いました。チンジャオはこの氷の部屋には我が人生のすべてがあると言っていますので、チンジャオの人生のすべてがある氷の部屋とこの世のすべてが置いてあるそこはリンクしていると考えていいでしょう。ということはラフテルにも宝玉表彰のようにそこに見えているのに手が届かないような何かがあるのでしょう。ラフテルとリンクしているであろうと考えた空島編でも神の社から大鐘楼までは見えているのに行けない距離でした。僕はこの動画内で宝玉表彰にあたるものはエメラルドではないかと考察しました。ではそのエメラルドを割ることができるチンジャオとリンクする人物は誰なのかということになりますよね。チンジャオは氷の大陸を頭突きで割ったと言われていますが、今はサイが桐生切釘の名を受け継いでいます。サイ、氷を割るから連想できるものは砕氷船に乗っていた氷の魔女ホワイティベイですよね。ホワイティベイはまだ情報が少なすぎるので次のヒントにつなげていきます。ホワイティベイからさらに連想をつなげると白い米となり、これはワノ国の地名である白米につながります。こんなのこじつけだと感じる人もいるかもしれませんが、小田先生はこういった連想を利用したヒントキャラのリンクを多用していると僕は確信しています。この動画を全部見ていただければこじつけでここまでは無理だと思うはずです。それでは続けますが、白い米、白米といえば2人の人物がすぐに思いつきますよね。それは白米の元大名安家とナミです。スリラーバークでサンジはウェディングドレスを着たナミの姿を見て、こんなに純白が似合うのはナミさんか米ぐらいだと言っています。これはクセガールさんの動画を見ていただくのが早いのですが、米はイム様を表します。僕はナミとイム様は双子であると考察しているのですが、これが動画の後半でつながってきますので覚えておいてください。次は安家を考えます。安家があまりにいい人なので信じられないかもしれませんが、安家は完全にイム様のヒントキャラです。わかりやすいところを言えば、安家は仏の殿安と呼ばれていましたので、イムの文字が含まれています。そしてもう一つの異名であるハリネズミのヤスもイム様とのリンクを表しています。僕の過去の動画を見ていない方には理解できないかもしれませんが、イム様になり変わっているか、イム様を操っているネズミのイメージを持つキャラがいると僕は考えています。ワノ国でも横綱浦島をそそのかすマウスマンが描かれていましたよね。僕はイム様には相撲、カッパ、カエル、パンダなどのイメージがあると考えているので、浦島をそそのかすマウスマンはイム様を操るネズミのイメージに合います。安家はカッパイメージであるおかっぱ頭の男にお父ちゃんと呼ばれていましたが、血縁関係はありません。イム様を操る者はイム様の親代わりになっているのかもしれません。そしてハリネズミといえばトゲトゲしているイメージですよね。このイメージもイム様を操る者の重要なヒントなのですが、作中にはいろいろな形で登場しています。ハリネズミの他にはウニ、栗を包むイガ、剣山、サボテンなどがそうです。軽く紹介すると、サボテンは以前に考察した語呂合わせがイムとなる16メートルの高さにいる狙撃手のイメージを持つジャン・アンゴ、通称が追いはぎのジャンですし、義敗王という技名を逆から読むと追いはぎという言葉が隠れていますから、ヒルルクに追いはぎ医者と呼ばれていたクレハや追いはぎ橋の牛鬼丸ともつながります。クレハは本来の王ではないのにパンゲア城に住む者のイメージだと以前に考察していますし、これはまだ考察動画を出していないのですが、イム様を操る者には狐のイメージもあり、牛鬼丸は狐ですのでこれもイメージと合っています。
剣山はパンクハザードの F16 区間の崖の下にはつらら剣山がありました。他にも名前に栗が入っているドンクリークの剣山マントがあるのですが、これは栗を包む伊賀のイメージで使われています。この伊賀という字はマリーとも読むことができ、ゾロのマリモにもつながるのですが、今回は割愛します。ウニはトゲトゲの実のトゲ人間、ミス・ダブルフィンガーがそうです。ミス・ダブルフィンガーはシーアーチンスティンガーやスティンガーヘッジホッグという技を使います。シーアーチンとはウニのことですし、ヘッジホッグはハリネズミです。長々とトゲトゲイメージについてお話ししましたが、ではこれが何につながるのかというと、数回前の紫の呪いの動画内でお話ししたアメフラシなどの雲のイメージです。ウニは漢字で雲、タン、もしくは海、栗と書きます。栗も大事な要素ではあるのですが、今回は割愛します。さらに第144話の扉絵を見てください。一見民族衣装を着ているナミとビビのように見えるのですが、僕はこの絵を見た時になぜかなんかナミっぽくないなぁと感じたんです。その理由がナミの左手にありました。これダブルフィンガーですよね。ミス・ダブルフィンガーがイム様を操るもののイメージであり、ビビとリリーがアプリ2つだという考察もありますので、僕はこの絵にいる2人がイムとリリーを表しているのではないかと思っています。さらに少し妄想しますが、本来の王ではないのに城に住むクレハが操るもののイメージだとするなら、チョッパーはイム様とリンクすることになりますよね。ドラム城がパンゲア城、エニエスロビーがラフテルとリンクしているのであれば、チョッパーが獅子のイメージである熊鳥を氷の部屋である鍵付きの冷蔵庫に閉じ込めたことが、イム様がジョイボーイをラフテルに閉じ込めたことにつながりそうですね。今回はラフテルに手の届かない宝があるという前提からいろいろと考察してみました。さてここからは中途半端にやめてしまったサイズを取る考察の続きをやります。シャンクスが茨姫に出てくる糸巻きコイルを表すハンクではないかというところまでお話ししていましたよね。このシャンクスの役割を表しているのではないかと思えるキャラがビッグマム海賊団にいます。始末屋ボビンです。ボビンとはミシンに取り付ける死体糸を巻くコイルのことです。ボビンは何やら部下たちを眠らせる能力を持っていましたので、これも茨姫を意識させます。ボビンとシャンクスがリンクするキャラであるとするならば、始末屋というところがシャンクスにどう関わってくるのか注目ですね。ではここからサイズを取る考察のメインに入ります。前回のサイズを取る考察で導き出したエースの扉絵にある PL 学園甲子園球場阪神タイガースのイメージだから何と感じていた人も多いのではないでしょうか。こちらの説明をします。 PL 学園甲子園球場といえば高校球児ですよね。そして甲子園球場阪神タイガースピッチャー炎といえば、その真っ向勝負の直球が火の玉ストレートと呼ばれた藤川球児投手でしょう。炎のキャラに球児のイメージです。球児には野球の球児の他に球児、つまりコックというヒントが隠れています。僕はジョイボーイはコックでもあると考えていますので、炎の料理人はジョイボーイとして考えていきます。僕が球児と聞いて一番に思い浮かべるキャラがいます。それは CP9 であった頃のジャブラが告白して振られた球児のギャサリンです。ギャサリンはお世辞にも外見がいいとは言えませんが、NS ロビーのアイドルと呼ばれモテモテです。ギャサリンはワンピースのキャラに時々見かける特徴的なツインテールなのですが、他にもいますよね。外見がいいとは言えないキャラで男性を振っている特徴的なツインテールキャラ。シャーロット家23女のローラは巨人族の王であるロキの求婚を断っています。小田先生の場合、この一致は偶然であるとは考えにくいので、特徴的なツインテールは空白の100年に存在した特定の誰かを表すヒントになっていると僕は考えています。ではそれは誰なのかというと、ジョイボーイもしくはリリーではないかと思います。フランキーはその髪型でいろいろなヒントを出してくれているキャラだと思っているのですが、フランキーはドレスローザにいる間特徴的なツインテールなんです。そして前回の動画で話した場面と同じくおもちゃ扱いされて追いかけられています。追いかけているのは現在の空の玉座に座る人物だと考えていますので、中国イメージのジャブラはこちらの動画でも考えたイム様になりすましている羊の皮をかぶった狼のイメージなのだと思います。そのジャブラが特徴的なツインテールのギャサリンに振られたことは、イム様になりすましている人物がジョイボーイかリリーに振られたことを表していると思います。なぜここでジョイボーイかリリーかを絞りきれないかというと、おそらくですが小田先生が絞りきれないようにジョイボーイとリリーのヒントを混ぜているからです。
以前の動画でも紹介したサイとベビー5がジョイボーイとリリーを表しているのではないかという仮説。サイに13、ゴリラ、トラなどのビビのイメージがあるのでリリーのヒントだと考えたいのですが、サイは男ですのでリリーというよりジョイボーイ側の立ち位置。逆にベビー5にギア5、つまりニカのイメージがあると考えたいのですが、ベビー5は女ですのでリリー側の立ち位置。他にもいくつかの要素でジョイボーイとリリーの両方のヒントが込められていると感じています。何せまだほとんどヒントがないキャラですので、結論を出すのはもう少し待ってください。話を球児に戻します。ドレスローザでフランキーを追いかけていたのはコック、つまり球児でしたよね。エースの扉絵でも球児が球児を追いかけています。ということは追いかけている空の玉座に座る人物にも球児のイメージがあるということでしょうか。実はそれを表している人物がいます。それは海列車で球児長をしていたお料理格闘家のワンゼです。ワンゼは僕がこれまでにしてきた空の玉座に座る人物の考察にぴったり当てはまるキャラです。以前にイム様のヒントキャラだと考えたプリンやハンコックに人に見られたくない目があったように、ワンゼは普通の人だったら隠したくなるような目をしています。ラーメン拳法の極意は麺を自在に操ることにあると言っていますが、これは麺を麺とかけており、男を自在に操ることを表していると思います。さらに豚の大腿骨をげんこつと呼ぶことから、豚骨スパンクは以前に考えた通りですし、メンソールプレスでドシーンと重いげんこつを落としています。フリルが好きなマーガレットの好物が餃子なので、ラーメン餃子セットという技は平襟を表しているという考察もすでにしています。さらに覆面スパンクという技名から覆面をしていることも表していますし、面食いノッカーという技名は面食いであることも表しています。最後に出した包丁投げもクレハがやっていますし、包丁は以前に考察しています。そして一番話したいメンズフォーマルスーツに関してなのですが、これはイム様を操る者の能力を表していると考えていますので、長くなるので今回はここまでにしたいと思います。今回の考察いかがでしたでしょうか。ちょっと変わった視点の考察をしていきますので、見逃さぬようチャンネル登録してくださいね。コメント、いいねボタンもお願いします。ではまた次回。